こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は家庭で作りやすく、どんな牛肉でも柔らかく失敗なく作れるローストビーフをご紹介します。オーブンを使わずに湯煎で作る方法なので、オーブンがなくても美味しいローストビーフが作れます。最後までぜひご覧ください。牛肉は 300g 前後のもも肉の塊を用意します。今日は国産の牛もも肉とオーストラリア産の牛もも肉で3本作ります。形が多少違っても同じように作れます。まずキッチンペーパーで肉の表面の水分をしっかり拭き取ります。肉の重さに対して 1% の塩をすり込みます。1個が 300g なので 3g ずつ塩をしっかりすり込んでいきます。すり込んだらラップをして冷蔵庫に入れて半日以上置きます。半日置くと肉から少し水分が出ていると思います。またキッチンペーパーで肉の水分をよく拭き取ってください。水分がついたまま焼くとフライパンに貼り付きやすくなったり、焼き色がつきにくいので省略しないでください。その後、胡椒をまんべんなく振ります。フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけ、油がしっかり温まったら肉を入れます。一つの面を1分ずつしっかり焼きます。肉は室温に戻さずに冷蔵庫から出したばかりの冷たい状態で焼いてください。冷たい状態で1分ずつ焼くことで加熱状態がちょうど良くなります。両端の面もしっかり焼いてください。1分焼くとこんな風に焼き色がつきます。焼き終わったらすぐにトレーなどに取り出します。フライパンの中にそのまま置くと余熱でどんどん加熱されてしまいます。そして肉を焼いた後のフライパンはそのまま洗わないでください。残っている肉の旨味を使って後でソースを作ります。鍋にお湯を沸かしておきます。300g の肉に対して700から 800ml のお湯が必要です。今日は3個一緒に作るので 2400ml のお湯を用意しています。肉が冷めないうちに
アルミホイルに包んで厚手のビニール袋に入れます。沸騰したお湯に入れたら少し沈めて空気を抜くように口を閉めてください。袋に空気が入っていると表面に浮いてしまい、火が通りにくいことがありますので、しっかり空気を抜いて入れてください。火を止めて、落とし蓋や皿などを乗せて、蓋をして、このまま余熱で30分置きます。時間になったらお湯から出します。この時は手を入れられるくらいお湯が冷めていますので、すぐに取り出してください。このまま完全に冷まします。冷ましている間に肉汁が中に戻りやすくなってしっとり仕上がります。肉が完全に冷めたら、袋に出ている肉汁をフライパンに入れます。アルミホイルの中にも肉汁が出ていますので、それもフライパンに入れてください。肉汁を入れたフライパンにみりん、醤油、おろしにんにくを入れて沸騰させます。火を弱めてアクを取ったら和風ソースの出来上がりです。保存容器に入れて冷蔵庫で1週間以上保存可能です。それではローストビーフを切ってみます。まず国産の牛もも肉です。綺麗なピンク色に焼けています。弾力があって柔らかい仕上がりになっています。肉の大きさによって余熱時間は変わります。400g なら40分、500g なら50分というふうに 100g 増えるごとに10分延長してください。何本か一気に入れても時間は同じです。次はオージービーフのもも肉です。形が違いますが、しっかり火が通って鮮やかな色に仕上がりました。すごく柔らかくて、こちらもしっとり仕上がりました。出来上がったローストビーフは冷凍して保存するのがおすすめです。ソースも冷凍可能です。あらかじめ作っておけば、解凍して切るだけで豪華なメニューになります。半解凍の状態で切ると、きれいに切ることができますよ。今回のローストビーフを失敗なく作るには、肉とお湯の量を測ること、焼き付ける時間と湯煎の時間を測ることがポイントです。オーブンがなくても本格的で美味しいローストビーフが作れます。ぜひ気軽に作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。